皆さんお元気ですか？カナダメープルリッジのエミです。今日のトピックは神さん巡りハイライト第3弾。これがラストです。今回の神さん巡りの旅を振り返って第1弾、第2弾のハイライトに紹介した以外に不思議なことは何だったかなと旅を思い返してみました。考えてみればバンクーバーから成田に向かった飛行機から始まっていたと思います。去年からね、こちらにいる友達に伊勢神宮と出雲大社に参拝したいことを私の目標として伝えてたんですね。なんですが、今回の旅行を準備していくにつれて最低限必要なものをバックパックに詰め終えたところでね、しんど、もうこんなしんどいことは要せん、ちょっと出雲大社に行くのは断念するかもと弱気な心になってました。ちょうど出発前日ですね。当日息子に空港まで送ってもらって飛行機に搭乗して自分の席に行くと、すごく可愛らしい東洋系のお嬢さんが座ってらっしゃったんですね。バンクーバーは人種のるつぼなんで東洋系の方が多いので、パッと見日本人の方か中国人の方か日系カナディアンあるいは中国系カナディアン、こちらで生まれ育ってらっしゃるのでもう英語が母国語になっている方々、パッと見ではわからないんですよ。多分おばさんと会話するのも嫌だろうなと思ってたので、おとなしく私は座ってました。で、機内食が運び終わってみんなが黙々と食べていたら、隣の可愛らしいお嬢さんがスチュワーデスの方と日本語で話し始めてたんですね。で、話す内容はもちろん聞こえなかったんですけれども、どうしたのかしらとかって思ってたんですよ。で、そのまま私は機内のビデオを見てて、代わりの食事をスチュワーデスさんが持ってこられたんですよ、その方に。でね、数分するとその可愛らしいお嬢さんとスチュワーデスの方がまた話し始められたんですよ。で、私も大阪のおばちゃんなんで、そのお嬢さんにね、大丈夫？何かあったの？って興味半分声をかけました。で、それがきっかけとなってね、いろんな話をすることになったんですよ。とっても感じのいいお嬢さんで、3ヶ月の語学留学の帰りだとかボーイフレンドの話とか、いろんな話で話が弾んで、そのおかげで長いフライトもあっという間に時間が経ちました。で、出身は大阪ですかって聞いたらね、出雲ですっていう答えが返ってきたんですね。さあ皆さん、これは何を意味するか想像できますか？私はすぐピンときました。そうなんです。出雲大社に行きなさいというメッセージなのです。来る前にもう出雲大社行くのめんどくさいからやめようかなとかって思ってた、その考えを打ち消すように、お嬢さんの出身地が出雲でした。それでそのお嬢さんにね、どうやって成田から出雲まで帰るのって聞いたらね、羽田空港から出雲空港まで飛行機で、空港にはご両親が迎えに来てくれてると教えてくれました。私はその時までね、出雲空港があることも知らなかったんです。大阪から電車に乗って出雲に行くもんだとばっかり思ってたんですね。そのお嬢さんに出雲大社に行くのには簡単って言って聞いたら、はい、バスがいろいろ出てますよとかって言って、で Google で彼女が調べたやつを見せてもらったりして、で私は名前を控えたりして、目の見えない存在たちの配慮のおかげでこうやって情報が得られたと感謝しました。はい、ですので次回の旅は出雲大社となります。確率的に飛行機の隣に座った方が出雲大社の近くに住んでいるというのはどれくらいなのか、私は知りたいです。もし計算できる方がいらっしゃったら教えてください。
あとね、感謝感激したことはすごい小さなことなんですけれども、沖縄から大阪に戻った時、関空なんですけれども、ちょうど1時半ぐらいだったかな。お腹空いたから関空のフードコートでランチを食べてから大阪のホテルに向かおうって思ったんですね。フードコートに行ったらすっごい人だったんです。多分ゴールデンウィークも重なってたんだと思うんですけれども、私は飛行機の中から明石焼きが食べたい明石焼きが食べたいと思ってたので、明石焼きを目指してそちらの方で注文して、できるのに時間がかかるんでね、その間に席を探そうと思ってたんですよ。なんせ一人旅っていうのは重いバックパックを背負っていますので、なるべく注文した明石焼きのお店のあたりぐらいで席を探していたんですけれども、なかなか見つからなかったです。で、その明石焼きのお店から離れたところに人が立とうとしていたので、もう仕方がないからそこの席を獲得しようと思い向かったんですけれども、近くにいた人に取られてしまいました。もう車内はもう席がなくても、もうどっか立ちながら食べるしかないかなとかって思いながら、明石焼きのお店の近くで出来上がるのを待ってみようと戻ってったんですね。で、そしたらね、そのお店の真ん前の人がね、食事を終えてね、私がちょうど行った時に立ったんです。真ん前の席をゲットできました。バックパックを置いても目の届く範囲、嬉しく感謝しましたよ。最近はね、飛行機の中でのセット、これはね、いくつかの YouTube でも見かけました。寝てる間とかに上の棚に入れた貴重品からクレジットカードとかパスポートとかを盗まれるっていう窃盗が頻繁に起こってるみたいですよ。飛行機の中でもそのアナウンスがあったんですよ。貴重品は必ず身近なところに置くか身につけておいてくださいっていうことなんですね。皆さんも気をつけてくださいね。そして空港に着く前の時もアナウンスがあってね、空港での置き引きが多発しているので、自分の荷物はしっかりでおくようにっていうアナウンスまでしてました。私が若い時、もうつい最近までこんなねアナウンスはなかったんですよ。ほんと物騒な世の中になっても悲しいです。友達家族と旅行していれば荷物を見てもらえるので、私のように注文したレストランの前で席が見つかったと喜ぶ人は多分いないでしょうね。でもね、これと同じことがね、成田行きの飛行機に乗るために行った伊丹空港でも起こったんですよ。もう本当目の見えない存在たちに感謝です。最後にね、しんどい思いをしたのがね、沖縄に行く時バンクーバーから成田、羽田で一泊して羽田から関空で、これが私のカナダから買ったチケットなんですね。バンクーバー大阪、大阪バンクーバーだから、大阪から沖縄までのチケットは国内線のチケットを私が別に取ったんですよ。関空で那覇行きに乗り換えるのに1時間あれば余裕で乗り換えられると思って、8時半関空到着で9時半の那覇行きを予約したんです。これが大間違いでした。羽田から関空の飛行機が30分遅れで9時到着っていうアナウンスが機内で流れました。ターミナル内だから大丈夫かなって最初の目論見に反してね、一旦外に出てまたセキュリティチェックを行ってから離陸するゲートまで行かないといけないっていうことを羽田空港のチェックインの時に教わりました。その上ゴールデンウィークの真っ只中だから、那覇行きのフライト9時半出発でも9時15分までに搭乗ゲートにいなければ乗れなくなるかもしれませんという事前メールをもらってたんですよ。9時に着いて15分で全部できるかなとかって思って、ちょっと無理かもしれない、もう乗れなくなった時空港で那覇行きの飛行機が取れるかなって
いろいろ考えました。多分ゴールデンウィークじゃなければそんなに心配しなかったと思うんですけれども、なんせ人が移動する時期だったので、ちょっともうあかんわって心の中で嘆いていました。子供にもテキストして、もしかしたらお母さんは那覇行きの飛行機には乗れないかもしれないとかいうつぶやきを入れてました。それでね、面白いのに私の頭の中にメッセージが入ってきて、大丈夫乗れるからっていうメッセージだったんですね。私は本当に石橋を叩いて渡る性格、我が身と目で見てから判断するっていう癖があるので、そのメッセージをいただいてもね、心が落ち着くことはなかったです。で、ありがたいことに実際に関空に着いたのは8時50分。そして飛行機から降りた瞬間に私猛ダッシュで走りました。重たいバックパックを担いで、あんだけ全速力で走ったのは40年以上前だと思います。中学生か高校生の時ぐらい。火事場のバカ力というのはああいうことを言うんだと身をもって経験できましたよ。セキュリティチェックを終えて、また全速力でダッシュしました。ゲートまでなんとか間に合いました。朝から何も食べてなかったのでサンドイッチを買ってトイレにも無事に行き、那覇に向かうことができました。メッセージで大丈夫だよって言われてもね、やっぱり自分でできるだけの努力をしなければその通りにならないと私は思ってます。皆さん、棚からぼた餅は落ちてきません。自分なりに努力して自分の行きたい方向に向かって進んでくださいね。今回の旅は本当に目の見えない存在たちにたくさん助けてもらったと思います。改めてありがとうございました。とても楽しい旅になりました。次、出雲大社いつ行くか分かりませんが、またコツコツお金を貯めて目標に目指して頑張ります。皆さんも何か目標があったらそれに向けてコツコツと毎日頑張ってください。いつか叶いますよ。じゃあ今日はこれまで。バイバイ。